最終的には、じゃあこれからどうしますかっていうふうに持っていかなきゃいけないんですね。権限を与えるときに、結構フィールドの設定を間違える人多いなと。要は今後の話をしたわけですよ。こんにちは。このチャンネルでは、今の時代に通用する組織づくりや育成術などの内容を話しています。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日もお願いします。はい、お願いします。本日社長にちょっとご相談したいのがですね、最近僕ちょっとチームリーダーとして初めて部下を持つことになったんですけど、部下を指導する上でこれだけはやってはいけないマネジメントってどんなものがあるのかちょっと知りたくて、特に部下に悪影響を与えないためにどういうことを避けたらいいのかなっていうところを紐解いていければいいなと思ってまして。はいはいはい。一つ目はやっぱりその関係性をやっぱ損なうような言動行動は気をつけなきゃダメですよね。そもそもマネジメント以前の問題みたいな話になりますけど、人って結局何を言われるかとかよりもですね、どういう気分にさせられたかみたいなの結構覚えてるわけですよね。この人にあんなことを言われたとか、ネガティブ系なことって結構覚えてるんで、だからやっぱり上司としてまずはやっぱ関係の質を考えた時に、絶対にその部下に対して信頼を失うような言動行動、こういったものはまず絶対気をつけなきゃいけないんで、そこをやっぱり一番最初はですね、注意して臨んでもらえればなと。確かにですね。褒められることよりネガティブなこと言われた方がやっぱ記憶に残りますよね。関係性ができてれば結構 OK なんですよ。割と。あるいは自分のことで考えると、すごい信頼できる先輩だと。ってなったら、割と言うことも聞きますし、言ってることも信じてくれますし、本当に言い方悪いけど、全てがうまくいくというか。でも、うわー当たっちゃったよ、この上司に、みたいな。そう思われるような、例えば言動行動。俺が、みたいな感じのニュアンスで最初から来られたら、なんだこの人みたいな。とりあえずみんな、俺の言うこと聞いてやっとけば、うまくいくから、頑張れよ、みたいな。えってやっぱなるじゃないですか。そういうのは絶対やっちゃダメですよね。他には何かありますか？やってはいけないこと。細かいところはいろいろありますけど、僕がよく言うのは、ちょっと飛びますけど、部下に仕事を与えるときとか権限を与えるときに、結構フィールドの設定を間違える人多いなと。例えばティーチングとかコーチングとかいろいろありまして、今はなんかコーチングみたいなことばっかり言われますけど、そもそもそのティーチングをやっぱりちゃんとしなきゃいけない部分ってありまして、じゃあ新入社員ですよとか、初めてこの仕事つきますって言った時に何やっていいかわからないじゃないですか。この時に、任せたからよろしく、こんな感じで、こうで、ああで、こうで、資料もあるし、マニュアルもあるし、仕事はこういう仕事だからわかるよね。バーッと説明して、頑張ってよろしく、君を信じてるから。当人の本当に思考からしたら、いやでも初めてのことだし、もうちょっと教えてほしいな、みたいな。絶対みんな言うんですよ。思ってるんですよね。だからコーチングバカみたいな。なんか今の時代コーチングだとか、主体性がとか、暴走しすぎちゃって僕からしたら、フィールドの設定を間違える。何を言ってるかっていうと、例えばじゃあ初めてですよ。サッカーをやりましょうと。サッカーなんとなくテレビで見るし、ゲームもした。ルールもちょっとおぼろげながらなんとなくわかります。じゃあ初めてサッカーをやろうと思って、じゃあチームに入りました。やり方なんか逆にゲームでもわかるし、テレビで見てもわかるでしょと。頑張ってよろしくと。って。すいませんと。練習は何やりましょう、練習も自分で考えてもらっていいからと。いやそもそもさ、サッカーの練習をちゃんとしたことない人に、練習も自分で考えて頑張ってってないですよね。こんなことを結構やっぱ会社でやっちゃってる人多くて。もっと言うと、サッカーも初めてやろうっていう人に、そもそもそのフィールドの大きさとかもわからないと。だから僕からすると、会社でよく言うのは、サッカーってこのフィールドの大きさ決まってますよね。このフィールドの中で、例えば自由にやっていいですよと。自由といっても一応役割がありますけどね。ちゃんと設定してあげないと、あなたがやってることは、とりあえずサッカー頑張ってと。とりあえずこの広い街の中で全部、どこまでフィールドかわかんないけど、とりあえず頑張ってと。この中で自由にみたいな、この中の、このフィールドの広さの設定みたいなのを結構しない人が多い。そりゃ、一
気づいたらフィールドの外で、本来このぐらいのフィールドだよねと思ってるのに、勝手にフィールドの外でなんか繰り広げちゃってるやつが出るわけですよね。なので、メンバーのレベルをちゃんと把握して、ちゃんと適切なフィールドの大きさは設定してあげるっていうのは、何でもかんでも、なんか今の時代、とにかくコーチングだから主体性だからとかっつって、なんかもう何にも考えてない僕からしたら、なんかそういうのは絶対やめた方がいいですよね。確かに。ありがとうございます。あとは何かありますかね。あとはあれですね、何かこう失敗をした時とかに、やっぱりその失敗をしたってことは何かしら原因があるじゃないですか。これ原因追求ってやっぱすごい大事なんですよね。やっぱりこう失敗の原因追求だからすごい苦しいんですけど、でも逆に原因がわからないと次どうしていいかわかんないじゃないですか。だから最終的には原因追求って言ってますけど、要は次に同じようなことが起こった時にあなたどうしますかと、具体的に何を変えますかと、どうやってやっていきます今後。要は今後の話をしたわけですよ。やっぱりそのあれがダメだこれがダメだって僕は別に言ってもいいと思うんですけど、最終的にはじゃあこれからどうしますかっていうふうに持っていかなきゃいけないんですよね。これからどうしますかっていうのをなるべく自分で考えてもらうように、それこそうまくじゃあコーチングならコーチングしなきゃいけないんですけど、ダメだあれがダメだこれがダメだって言ってそれで終わっちゃう人はあんま意味ないんですよね。そこをちゃんと考えさせるところまで次どうしていくか、具体的に何を変えていくのかっていうのをなるべくその自分で導き出せるように、ちゃんとマネジメントっていうかフィードバック、それが本当のでもある意味ね言うんであればフィードバックなんですけど、要は前に進むためのフィードバックですよね。ただ原因を追求してあれがダメだとこれがダメだった直せとか次気をつけろとかって言ってるのは危険ですよね。何をどうしていいか分かんないんで。なるほどなるほど。そこはもうまず原因を追求して部下に考えさせる、自分の頭で考えさせる。結論としてはだからこれからどうしていくのかと、僕もよく言うのは、次にじゃあ同じようなことがあったらあなたどうしますと、それをじゃあしないためにとか、理想の状態としてはこうなった方が理想だったわけだよねと、それもできるだけ考えてもらいますけど、次同じようなことが起こった時にそうなるためにあなたはどうしますと、何を変えていきますかと、今後どうしていきますかとみたいなのをやっぱ考えさせるように結論を持っていかなきゃいけないんで。なるほど。ただダメだこれがダメだって原因追求も大事なんですけど、原因追求だけして原因これだはい終わりみたいなあとは自分で考えろみたいな、あんまりにもちょっと雑に投げすぎるのは良くないと思いますよね。なるほど。深いですね。ありがとうございます。やっぱり部下のそれぞれの能力とかそういうのを分かった上じゃないとフィールドの設定とかも、多分できないじゃないですか。まずは一人一人の関係値の構築っていうのがやっぱ一番大事なのかなって聞いてて思ったんですけど。あとちょっと変わりますけど、強いて言うならば自分の強みとか、そのメンバーの強みとか弱みとか、言い換えれば得意なこと苦手なこととか、そういったことを自分で、そこはやっぱ自分で考えてもらって言ってもらうようにしてほしいですね。こっちからお前あれができるもんな、お前あれができないもんなっていうのは結構やっぱ関係性とか、ある程度継続した見てる人の中で言えることがあるんですけど、あんまりやっぱりその関係性もそうですし、期間として長くないときはあんまりにもこっちからお前あれがダメだよなとか、お前あれができるよなとかっていうのは最初はあんまり言わない方がいいですよね。自分で考えてもらった方がいいですよ。なるほどなるほど、あんまりこっちから言ってしまうとなんかそうじゃない時もありますし、ニュアンスがちょっと変わってる時もあるので、いや俺別にそれ苦手じゃないけどみたいなとか、俺が得意なこと全然違うしとか、あの人はあんま分かってくれてないなみたいなにもつながっちゃうんで、関係性がめちゃめちゃできてて、なんかある程度そのフィードバックを日々してる中で苦手なこととか得意なことが分かっていて、それを別にお前あれが苦手だなとかあれが得意だよなっていうのはある程度いいと思うんですけど、そうあんまり把握してない中でちゃんとお互いの共通認識、相互理解ができてない中で、あんまりこっちからお前あれがダメ、これがいい、これがダメとかってこっちからズバって言っちゃうとしょぼんってなっちゃうんで、それは例えばその評価をしたりとかリーダー陣とかで話す中では、あの子の得意なとここういうとこだよねとか、あの子苦手なとここういうとこだよねって別にいいんですけど、本人との対話の中ではあんまりこれがダメ、あれがダメ、これがいい、あれがいいとかってこっちからも判断、ジャッジメントを
明確にボンボンボンと投げるようなのは、あんま良くないかなと思いますね。なるほど。ありがとうございます。あとなんか、よくマイクロマネージメントってあんまり良くないとか僕耳にするんですけど、そこ、本日社長の見解ってどうですかね？マイクロマネジメントがダメとかいいとかそういう話は別にないと思うんですよね。これって結局、時間軸の話もあると思いますし、そのメンバーのレベルによる話もあると思うんですよね。だからなんかこう、1からずっとマイクロマネジメントで、ずっと1年間、2年間、3年間とか、過度に干渉し続けるのは、要はその自分で考えない人を生み出すとか、そういう結果につながりそうなんで、ずっとはダメだと思うんですけど、マイクロマネジメントが必要な時もあると思ってますよね。マイクロマネジメントの特徴としては、やっぱり最初教える時、さっき言ったそのフィールドの設定をした上で、そのフィールドがすごく最初狭い子とかは、サッカーの練習になりますよね。どうやって練習するのが、ある程度いいのかとか、初動はやっぱりちゃんとマイクロで教えないと、本当に何やっていいか分かんない状態になっちゃうんで、それこそ俗人的ですよね。最初から自分で考えられる人が OK で、最初から自分で物事を考えられない人もいっぱいいるわけで、そういう人に対して練習法も自分でいいよ、自由でいいよって言ったところで困っちゃうわけなんで、そういう時はいわゆるのがマイクロマネジメントでも僕はいいと思ってるんですね。ティーチングの段階は絶対あるんですよ。ティーチングの段階はマイクロマネジメントの方がいいですよね。例えばじゃあ塾の先生がね、マイクロマネジメントしちゃダメって言われたらどうすんねん子供じゃないんでとかって言われるけど、いやいや関係ないよそんなこと。だからマイクロマネジメントはダメじゃないんですよ。マイクロマネジメントをちゃんとすべきフェーズの人とか、短期的にどうしても成果を出さなければいけないとき、例えばじゃあそれこそプロジェクトの何か資料を作るまでの納期がありますと。必ずここまでにやらなきゃいけないと。これ短期決戦だっていうときに、やっぱりマイクロマネジメントをした方が、そのプロジェクトの期限に間に合うし、精度が高いものっていうのは確実に出ます。短期的にはマイクロマネジメントの方が成果が出ること結構あるんですよ。だから人材育成って観点で考えたときに、長期で見たら、ずっとマイクロマネジメントするのは、主体性のないイエスマンばっかりをこう言われないと動けないとかね、生み出す可能性はもちろんあるとは思うんですけど、なので、マイクロマネジメントがいい悪いじゃなくて、マイクロマネジメントするフェーズなのか、そういう内容なのかっていう時は正直ありますよ。だからちゃんとやっぱ使い分けることだと思うんですよね。買うタイミングっていうのも大事ってことですね。ありがとうございます。まずはマネジメントという本当一本目で関係性っていうのはものすごく大事なので、信用信頼、関係性を失う行動言動はしないとしてはいけないと思います。あとはフィールドの設定、その人のレベルをちゃんと見極めて適切なフィールドを設定して、時にはティーチング、マイクロマネジメントする時もあるかもしれないですけど、ちゃんとその人のレベルに合ったフィールドの設定をまず考えると。あとは何か問題が起こった時とかに原因追求ばかりだけ、あれがダメこれがダメとは必ず言わないと。しっかりとやっぱ最終的には今後将来何を変えていくのか、どういうふうに良くしていくのかっていうところを必ずできる限り本人に考えさせながらちゃんと出すところまで付き合うと、いうことが大事かなと思うので、はい。ありがとうございます。早速ちょっと明日から実践してみようと思います。皆さんのコメントはちゃんと読んでいて、いつも励みになっております。この動画が気に入ったら、いいねやコメントをお願いいたします。